ゲイさんなるなら何がいい？プロの何になりたい？プロの何があるの？さやさん。自分で考えないよ。すいません。すいません、甘えたこと言って。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。スクラッチ練り切りでコンボを決めてくるさやです。聞き取れなかった。スクラッチなんて？スクラッチ練り切り。スクラッチ練り切り？そう、和菓子です。君のツッコミの的確なものですよ、いやスクラッチしてんのか練ってるのかどっちなんだいってやつを待ったんですけどね、聞き取りもしなかったということで、夏目さんじゃあ本日をもって解散しようと思いますまあということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、iCloud。クソ出しあり、クソだ。こいつ絶対許さないからな。絶対許さないからな。こいつ余計なファイルまで一緒に消すんや。本当に。はい。まあ、ということで今回ですね、こちらでございます。ウェンジ。今回ですね、はい、エンジということで、夏目さんちのメインチャンネルでやったこの企画。そしてこの企画。いや、この企画なんです。そしてこの企画。何個合わせるつもり？そしてこの企画も多すぎるだろ。全部合わせてこの企画25円。なんで元気なのそんな。メインチャンネルでやったこちらの企画、はい、これでございます。ただし今回は違います。何ですと？今回やっていく企画はこちら。レドディ。プロの絵師が本物の園児が描いたイラストに全力でペン入れしてみた。留守にしがち2021。20は何だったの？すごくない？色変わった。なんで最初とここで色変わるんだよ。違う日に撮ってると思われんじゃん。さあということで、はい、もう前回やった時は、園児の落書きにプロ絵師がペン入れしてみたっていう動画だったんですけど、はい、それは園児の落書き風に我々が描くと。はい。目つぶってとか。そう目つぶって描くとか。もう適当にガチャガチャって描くとかやったんですね。はい。でも今回はガチです。園児プロ歴2年の方をご協力いただきましてね。いただきまして、今回書かせていただくことに。まあそのプロの園児は、モデレーター兼チーム夏目さんちの編集さんのすしこさんのお子さん、プロ園児です。はい、プロ園児でございます。そのプロ園児の作品がね、こちらにあるんですよ、ほら。はい、もうございますよ。だからこれを今からランダムに私たちが引いていくわけです。そしてそこから引いていって、その上からペン入れをして作品を作り上げると。まあちょっと前提として言わせていただきたいのは、一番いいのはその子がそのまま描いたものです。いや、そうなんです。それは間違いない。プロの園児の方にどういうご依頼をしたかというと、思うままに塗りたくってくれと。だから今回は自由に色をぐちゃぐちゃに塗っていただいたと。ただそれでもいろんな形があったりだとか意図があるんじゃないかとは思うんですが、今回はね、そのプロの意図を組まずに我々が上からこうペン入れをして自由な発想をさせていただこうとね。コラボさせていただこうという形でね、プロの園児とコラボさせていただこうと、そんな企画でございます。それでは早速やっていこうと思いまちゅ。じゃあさやさんいきますよ。まずさやさん目つぶってるのでランダムに選んでください。好きなやつを。これだわ。じゃあさやさんが持ってる、ちょっとシャッフルしよう。じゃあゲンさん引きます。じゃあこちらランダムに引きましょう。本当にそれでいいのですか？あなたの運命が決まりますよ。引いてください。こちらです。あなたは僧侶タイプです。よし、さあこちらでございますが、じゃあ私たちのコラボさせていただく作品はこちらです。せーの、デドン。おー、いい感じです、ね。いや、いい感じですね、これは。いい感じですね。いい感じですよ、これはもう。これはすごいのが。これ、向きはどっちなんだろう。まあ、それも解釈自由自在ですね、これはね。そうだね。これどうします？上からやるのは、ペン入れだけだから黒でいきますか？そうですね、黒でいきましょう。黒一色で、じゃあやっていきたいと思います。まあ、10分でいきましょうか、じゃあ。はい。頑張りましょう。ペン入れさせていただきます。よーい、ピピー。いやでも本当に書いてくれてありがとうという。いや本当に我々ではねこの企画は成立しないの。いやそうなのね。ゲンさん幼稚園の頃の思い出とかないの？幼稚園の頃の思い出？今だってアマチュアの園児ですね。園児なんだ。でもアマチュアの園児ではあるんだ。プロ園児だった時代の話はね、結構天才っぽいエピソードあるんですよ。あ、そうなの？そうなの。聞いた意味聞いたやん。いやじゃあ僕子供の頃すげえ車好きだったのよ。もう日本の車種をね網羅するぐらい好きだったんよ。そんな中、幼稚園の入園テストがあったわけよ。ほうほう。ここにある、で、物の名前を書いてくださいって書いてあって、人参とか、犬とか、
答えてってやつ。そうそう、イラストクイズみたいなの答えるやつがあって。でその中車があったの。僕は他のやつは会長に答えて言ってるんだけど、車でストップしちゃったんだって。で泣き始めたんだって。あら、どうしたの？こんな車じゃないって言って泣き始めたんだって。やばい。テストやってるさ先生もさ、まさかさその年頃の子供から車種って単語が出てくると思わないよね。あ、でも私プロの園児だった時友達の浴衣引きちぎっちゃったこと。かわいそう。何してんのよ。あ、ね、ちょっと待ってよってグッてすごい引っ張ったらビリって破れちゃって。かわいそう。だってね、そのお母さんと超謝った思い出ある。果たしてさやさんは一体どんな作品になるんでしょうかね。しっかりさつまいもをふかしてあるので安心してください。何も安心できねえもん。やばい、一つのモチーフでやりきってしまったからこれ以上やることがなくなってしまった。ちょっと足していいかな、後ろだけ。こう延長線で足していい？これはここまでがあれだけど、ちょっと延長線で足すわ。あらら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 、妖精さんになりたい。怖っちゃう、怖い。やばいやばいやばい。妖精さんになりたいと思わないからみんな。ぬららじゃねえんだよ。高らかな歌声ありがとうございました。それではエントリーナンバー928、まだいるんで多いな。源さんでタニシ、どうぞ。世界一歌にしづらそうなやつ来たな、モチーフ。ということで、じゃあ行きましょう。せーの、デドン。すごい。どう？ドラゴン。ドラゴンか。そう、ドラゴンの横顔、これが目。あー、かっこいい。そう。なんか迫力あるね。そう、なんかね、いい感じにこうね、ジュワーってこう広げてくれてたから、炎っぽいのがいいなと思ったんだけど、炎感あるドラゴンにしてみました。おー。で、ここからカリュウ、ブワーって出てくる。ここブワーって出てくる。おお。そう、なんかセンサーでちょっとね、いろいろ。誰ワンコ謎犬。虫の雲のモチーフの魔女で、物語的には、なんかこう好きな子がいるけど、こう雲で気持ち悪がられて、振られちゃったみたいな。それでなんかこう魔法のハープみたいなのをちょっと誕生させまして、この魔法のハープで言うことを聞かせようかなって思ってる。で、これは、家族っていうかいつも一緒にいる、なんか骨の犬。骨の犬？そう、骨犬。骨犬なんだ。そう、犬にしましたね。ああ、でもいい感じっすね。はい。楽しい。ちょっと1回戦目からすでに楽しいですね。ですね。今回ね、3回戦目までやりたいと思います。じゃあ、次のプロの園児様の作品でございます。じゃあ、こちらで。はい。で、次、さやさんの作品はこちらからやらせていただきます。これ！はい。それでは、いきます。発表です。はい、第2回戦。はい、第2回戦のイラストです。せーの、デドン。待って、なんだ？指紋でよ、きっと。やばい。ちょっと美味しそうだな。なんか美味しそうなパンみたいな。美味しそう。エビにも見えてきた。なんかすごいな。でもこれなんか意図があるな。なるほどね。わかった。いいよもう。オッケーです、さやさん。やりましょう。さあ行きますよ。よーい。スタート。お、さやさん迷ってますね。すごい悩んでる。すごい悩んでる。私にはプロの演者は無理だな。別にお前プロの演じじゃねえの。お前プロの演じじゃねえの。ゲイさんなるなら何がいい？プロの何になりたい？プロの何があるの？さやさん。自分で考えないよ。すいません。すいません、甘えたこと言って。空を自由に飛びたいかい？すごい、ドアに寄りかかりながら助言してくるタイプの捉えましたね。いきますよ。いきますよ。第2回戦目。せーの、デドン。なんかすごい。怖い。なんかちょっと怖くない？あ、そう、ちょっと怖いかもしれない。なんかロボットのパーツみたいな。まだ構築中で、まあ顔はこれ、足はこれ、ボディ。このボディには手がついてるので、手はこれです。これでいいかい？はい、いいえ、みたいな。あ、なるほどね。選択画面ね。そうのイメージですね。あー、なるほど。そう、ロボットです。お、ゲンさんすごいね。これね、ここを帽子に見立てて空いてるところに横顔を入れてみました。で、これ後ろにはなんか折りたたまれた天使の羽みたいな。で、この帽子を自分で編み終えて、儀式に臨まなきゃいけないタイプの。ああ、じゃあ自分がこう。そう、自分が生贄になるんだけど、その自分が犠牲になるためのアイテムを自分で縫わなきゃいけない。うわー、切なし。で、一番大切な人の血で染めた帽子にしなきゃいけない。切な。で、それを編み込まなきゃいけない。やば。っていうすっげえ悲しい子が生まれました。すっげえ悲しい。びっくりするぐらい。園児は？園児泣いちゃうよ、これ聞いたら。ここから先はちょっと。あ、そう、PG12 で。ダメ。じゃあ、節操を引いていいですか？どうぞ。これ。はい。3回戦目、さやさんこちら。じゃあ、ゲイさん。上下どっち？上下どっち？下でじゃよし、じゃあ行きますよ。じゃあ最終戦いきますよ。はい。せーの、デドン。なんだ難しい。これ何かを書いてるんじゃないかな。すごい意図感じるよね。なんかね、こっち。この間ハートがあるんよね。ハートが
る。かわいい。かわいいな。でもかわいい。なんか雰囲気すごくかわいいんだけど。よし、まあとりあえずじゃあやっていきましょうか。はい。厳しい表情を浮かべております。嘘。かつてないほどに。面々がシュッパシュッパしてるな。厳しい表情はどこ行っちゃったの？ジーパディドゥッタジーパディデイなんて素晴らしいワンダフォーデイ。楽しそうじゃないですか。どうしたんですか？太陽が微笑み僕らを舐めてくる。怖いよ太陽。なんなんだよ。お歌が歌いたいんだよ今。カラオケにすごい行きたいの。わかる。なんかカラオケに行こうと思ったらもう歌わなくていいから唐揚げ食べたい。もうぐちゃぐちゃじゃん。もう欲望がぐちゃぐちゃ。唐揚げ食べたい。欲望の優先順位が全くつけられてない心の中で。このランダムなところをなるべく線を入れてあげるとすごいなんかね良さげになる。これね落書きシリーズにねメカ女子の相性が抜群すぎる。いやそうね。どんなところからも復帰できる。そうそうなんせメカの形は自由だから。みんなもどうですかメカ女子。やめろよ。そんな公共広告機構が発信することではない。別に。ではラスト、はい、せーのデドン。わーメカだ。なんかもともとどうなってたのか全然わからんな。これはここの、バナナみたいなやつをこう縦向きにしてね、ここはハートのこれをね、ベースにして作られていく、この子人間の心がここにある。でこれはもともとあって最後の1個みたいな、なんかもうこんなにちっちゃいやつの最後の1個にコアがあるんだけど、その最後のコアみたいな。そんなところですよ。そこから自動生成されていく。何度も何度も生成を繰り返して戻っては作り戻っては作りを繰り返す。そしていつか人になるみたいな。エモーい。何そのエモいボタン。何エモいボタン。はい、こんな感じでした。はい。元がわかる。そうなんかちょっとスケルトンっぽいのがここにいて、こっちになんかブドウっぽいのがあったんですけど、封印されたお姫様みたいなイメージで。これバラね。バラでそのツタがこう絡まってて封印されてて、この剣を抜くとこのお姫様の封印を解けるみたいなイメージにしました。囚われてるバラ姫様。なんかサヤの場合だとあれだね。構図ラフみたいになってるね。確かに線を生かして描くというよりなんかさ、確かに構図ラフをいただいたので清書していましたみたいな感じになってるね。確かに。僕は割とまんまペン入れしちゃう。そうね。その形をそのまま使っちゃうみたいな。タイプが違いますね。タイプが違いましたね。楽しかった。いやでも本当にどうなんでしょう。これプロエンジさんに見ていただいてどういう評価をいただけるんでしょうか。じゃあゲイさんもこれからプロエンジ入団試験第2回戦を始めさせていただこうと思います。幼児対抗しなきゃいけないの。皆さん応援よろしくお願いします。応援しちゃダメだろそれ。